こんにちは、激花の古谷です。今日は初心者におすすめのチューリップの種類ベスト3、それからこのチューリップの球根ですけど、この植え方のマル秘テクニックをお話ししたいと思います。まずこのチューリップなんですけど、植え時いつぐらいかっていうと、だいたい10月から遅くても1月ぐらいまでに植えると春にきっちり咲いてくれます。で、ただ初心者の方が植えた場合に何が起きるかというと、品種によって、早生って言われる早めに咲くものと奥手って言われる遅めに咲くもの、この品種の違いがわからないので一斉にこう咲き出してくれるっていうのが味わえなかったりするんですね。あとはこの球根3つ植えたとするじゃないですか。で、3つ植えたけど1個ダメになって2個しか咲かなかったなんてこともあると思います。で、今日おすすめするチューリップなんですけども、非常にこのダメになりにくい、落ちが少ないと言われている、初心者におすすめなチューリップベスト3をお話ししたいと思います。まず第3位、ストロングゴールド。これ黄色のチューリップなんですけど、非常にそこそこ丈が伸びるタイプではあるんですが、大輪系で、落ちが非常に少ない、発色もとてもいい、そんなチューリップになっています。これ、初心者の方もおすすめなので、ぜひこの機会に買ってみたらいいかななんて思います。ストロングゴールドです。では第2位、ライラックワンダー。これライラックワンダーってのは原種系のチューリップで、球根もすごく小さい、これぐらいのね大きさなんですけども、非常に綺麗な花色と、コントラストが美しいのと、それから、背丈が伸びずに咲く、そして、群生をしていくようなチューリップです。チューリップは種をつけると球根が分球しますので群生をしていくんですね。なので植えっぱなしにしていただいて増やしていただきたいチューリップ、これがライラックワンダーです。では第1位、チューリップアイスクリーム。非常に珍しい花の形をしているチューリップなんですが、背丈もさほど伸びず、11月ぐらいに植えてくれると腐りにくい球根の種類になります。寒くなってから植えていただくといいですね。で、咲く時期も4月ぐらいと比較的早めに咲いてくれる、チューリップの一つになっています。で、自分で、咲かせた時に非常に珍しい花形のものが咲いてくれるととても嬉しいですよね。初心者の方でも簡単に咲かせられて、可愛く飾られて綺麗で可愛い、眺めてていいなみたいな感じのチューリップになります。で、チューリップの楽しみ方なんですが、これ花壇に等間隔に植えても非常にいいんですが、鉢で育てると管理がとても楽です。ちょっと今日は実演をしたいと思いますので、よく見て学んでみてください。まず鉢なんですけども、どんな鉢でもいいです。これは5号の、ちょっと深めの鉢ですけども、この鉢いっぱいに植えることがチューリップできるんですね。ちょっとじゃあ実際に植えてみます。まず僕のやり方は鉢底石は使いません。なぜならば、水はけを良くする用途で鉢底石を使うのであれば、元から水はけのいい土を使ってしまった方がいいっていう考え方ですね。この土は弊社でも販売しているジッフィーというね、海外のメーカーの、そのまま燃えるゴミに捨てれる土です。これを比較的多めに、ウォータースペースも残すんですが、チューリップって球根がむき出しになってても全然咲いてくれるんで、OK です。8分目ぐらいまで土を入れていただきます。そして
ポイントがあるんですが、詰めて植えていくんですけども、チューリップ、お腹と背中があります。平らの方が背中で、膨らんでる方がお腹でね、このチューリップなんですけども、背中の方から1枚目の葉っぱが出ます。1枚目の葉っぱは低い位置でピロッと出ますので、鉢の外側に葉っぱが向いた方がなんか綺麗ですよね。なので植え付ける時もこの背中を鉢の側面に合わせて植えていく。この5号の鉢でもかなり量が入ります。小さい鉢からたくさんのチューリップが咲いているとめちゃくちゃ可愛いですからね。で、側面に沿わせて5個置きました。そして真ん中に1個置いて6個置くだけでいいです。で、その上から土をかけます。で、土は水を含むとシューッと下に落ちていく性質があるので、ウォータースペースが少なめな感じで、作ってもらって構いません。そして、水やりを1回あげたら、しっかり乾くまでは水をあげなくていいです。水をあげすぎてしまうと、10月のまだ暖かい時期に水をあげすぎるとね、中で腐って溶けてしまいますので。で、1回にお水をどれぐらいあげればいいかというと、これぐらいです。結構あげます。ジャブ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 あげていただいて、土全体が湿るように。カラカラの土だと、しっかりと湿るまでには、かなりの水の量が必要になってきます。なので、じっくりじっくりたっぷりたっぷり与えていきます。鉢の底から水が出るんですが、土が全体的に湿るまであげますので、構わずどん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 あげていきます。このじょうろでだいたい2リッター近く入ってるんですけども、5号の鉢で2リッターあげるぐらいのイメージでいいです。しっかりときっちり締めるっていうことが非常に大事になってくるんですね。はい、2リッターあげ終わりました。そうすると、まだまだたっぷり出ますよね。で、土が落ち着いてくるとウォータースペースしっかりできますので安心してください。で、半分以上の水が外に出るぐらいあげてしまって大丈夫です。で、チューリップ肥料はいるのなんていうご質問があるかと思うんですが、花が咲くまでは肥料は一切必要ないです。花が咲き終わった後、肥料を1回与えて葉っぱを育てるようにしていただいて、で、その葉っぱが枯れたら掘り上げ、そんな流れになります。その辺のことはまた違う動画でチューリップの掘り上げについてはお話ししたいと思います。今日は植え方とおすすめのチューリップのお話でした。こんな感じで、あとはもう日向に置きっぱなしで大丈夫なんでね、楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。